これから始まるのは、人食いじじいの物語、第2章の総語り。沈黙も共有もこの世界は拒まない。人食いじじい第2章、妖怪の女。原作、語り、春美月。どんなに暗闇をさまよおうと、もがいてももがいても光が差さぬ時は差さない。いつか来る未来には幸せになれると思えた頃は少し優しすぎたのかもしれない。きっと暗闇の中でも心の中に明かりを灯す術を知っていたのだろう。今となっては何もわからない。明かりの灯し方も道しるべの見つけ方も夢かうつつかそれさえももうわからない。恐れることも憎むことも時には大切なのかもしれない。それが生きることにつながるのなら。だけど今はそれすら考えられない。女は朦朧とする意識の中さまよっていた。私はどこにいるのだろう。ここで何をしようとしているの。とても真っ暗。ここは森の中。ああ、わからない。ここはどこ？とても大切な人ができた。かけがえのない人ができたの。とても愛しくて、愛しくて、そんな思いだけでは誰かを幸せにするなんてできなかった。ねえ母さん、それでも私はきっと幸せ者だとそう思いたいの。あの人に会いたい。この子に会いたい。だけど愛する者を守り抜くことができない私はどうすればいいの？すべてに終わりを告げることができたなら楽になれるのかな。だけどそれは大切な人を私のせいで失ってしまうことになる。ああ、どこまで今にも果てそうな力を保っていれば道は開けるの？このまま時が進んでいけばかけがえのない命を守る術を見つけられるのだろうか。私は本当に妖怪の女？ねえ母さん、私初めてこんなにも怖いと思った。行く先は天の身元かそれとも地獄か。女は山の中にいた。あてもなく木々の間、茂みの中を歩き続け、意識は朦朧としていた。耳に残るのは、愛しい人の悲痛な叫び声と、幾重にも重なり、ひしめき合う怒鳴り声。出て行け、おぞましき妖怪め。二度とこの村に近づくな。出て行け、妖怪の女め。山をさまよううちに、もとより薄汚れていた古い着物も小枝に絡まり、ところどころ引き裂かれ、
湿り気を帯びた土や草の汁に汚されていた。裾から覗く細い足にも無数の傷。腰ほどまで伸びた長い黒髪もボサボサとまとまりなく枯れ枝や葉が絡まっていた。もう何日この薄暗いところにいるのだろうか。ひたすらに歩き続け、歩いて歩いて歩いて、何度死のうと思っただろう。だけど恐ろしかった。もうこれ以上失いたくはない。女が村を後にしてからすでに3日は過ぎていた。とうに熊や狼に食い殺されていてもおかしくないというのに、未だ姿を見ることもなかった。歩き続けるうちに、どこからともなく地獄からの死者が来ることに期待さえしていた。自ら命を絶つことをしないと同時に、生きようとする意志も残っていなかった。もし生きようとしていたなら、木の実を探し、川場を探し、そのために歩くことをしただろう。しかし女は、そのためではなく、自分の居場所、行く先を探すかのように、たださまよっていた。女は身ごもっていた。愛する人の子をお腹の中に眠る子を思えば思うほど、彼女は苦しんだ。苦しみたくなかった。子供のために苦しむだなんて、私はひどい母だ。そう思っていた。しかし、産みたくとも育てられるわけがない。村を追放され、山をさまよっている限り、頼れる人なんてどこにもいない。このまま共に死を迎えようかと考えるたびに、枯れたと思っていた涙がまた溢れる。嫌よ、この子の命まで奪ってしまうなんて。幸せにしてあげたい。だけどできない。帰る里もなければ、暖を取る家もない。お金もなければ、食べるものさえ。幸せにしてあげたい。だけど、できない。でも、死なせたくない。飢えと疲れで、女の意識は徐々に遠ざかっていった。ゆっくりと膝をつき、自分が倒れたことにも気づかないまま、湿った土と草の香りを感じたような気がした。ごめんなさい。私の赤ちゃん。ごめんね。うつろとした目からは、地面も木々もすべてが傾いて映っていた。視界に焼き付けられた景色も薄れていく。世界が暗闇の中に薄れていく。女が意識を失うほんの一瞬、古びた家が見えた気がした。それが幻覚かどうかを確かめる力もなく、彼女のまぶたは閉じられた。闇に包まれているのだろうか。それとも、ただこの目が光を感じられないのか。何もない空間。しかし、どこからともなく、
ざわつくようなささやき声が聞こえた。それは次第に大きくなり、叫び声へと変わった。お前の持つ顔は人間の顔を盗んだものなんだろう。揚力で我が息子をたぶらかし村に居座り、いずれこの地を地獄の果てに変えるつもりか。おぞましい妖怪め。今まで何人の男を食べたんだ。お前は狐の妖怪だろう。みんなわかっているぞ。今までお前に情けをかけてきたというのに、ずっと村のみんなを騙してたんだな。消えろ。今すぐこの村から消えろ。おえ、殺せ。叫び声が渦をなして飛び交い、その声の主の顔が次々と浮かんでは消えた。鬼のような形相が次々とのしかかってくるように追いかけてくる。叫び声の中にかすかに、しかしはっきりとしわがれた声が割り込んできた。そろそろ起きてもよいではないか。そして重なり合う声は遠のいていった。お前さんは十分悪い夢を見た。もう一度しわがれた声が聞こえた。気がつくと暗闇の中にうっすらと老人の顔が見えた。何が、私は。視界に映るのは身に覚えのない光景。記憶がぷっつりと途切れている。山の中をさまよっていて、それからどうしたろう。倒れていた。そう言うと、老人は女の枕元に手を伸ばした。すぐ横、盆の上に湯飲みが一つ。老人はそれを手に取ると、女の顔の前に持ってきた。茶だ、飲むがいい。頂戴します。さっきのは夢だったんだろうか。ここは一体。そういえば気を失う前、目の前に古い家が見えた気がした。倒れてるところを拾ってくださるなんて、なんて親切なご老人なのだろう。女は体を起こすと湯飲みを受け取り、それを口へと運んだ。入れてからだいぶ時間が経っていたのだろうか。湯飲みに熱はなく、茶から湯気は一筋も出ていなかった。香りはしない。一口すすった。ドロッとした液体が口の中に広がり、舌に絡んだ。思わず吹き出しそうになったが、それはあまりにも失礼だと瞬時に思い、なんとか思い切って飲み込んだ。かすかに苦みがあり、ほのかな甘み。飲み込んだ後も口の中はねっとりとしていた。身重の女が一人、よく来た。老人が静かに言った。女はばっと顔を上げた。なぜ私が身ごもっていると。わしにはわかる。老人は
女の手から湯飲みを受け取り、盆の上に静かに置いた。名は、ゆいと申します。あなた様は？老人はゆいから目をそらし、何もない床を見つめた。ゆいは首をかしげた。人食いじじいと呼ばれておる。ゆいははっと息を飲んだ。まあ、誰があなたのような親切な方にそのような失礼なことを。ゆいの表情からは老人を思っての愛情の影がこぼれた。他人に人食いじじいと罵られ、それでこんな山奥に一人暮らししているのだろうか。妖怪の女と追い立てられたゆいはいつの間にか自分と老人を重ねていた。わしは妖怪だ。人食いじじいがそう言うと、ゆいははらりと涙を流し、それだけにとどまらず、おえつまでこぼし始めた。頭のどこかで声がした。おぞましい妖怪め。やめてくれ、お願いだ、ゆい。ゆい。出て行け、妖怪の女め。苦しい。ゆいはぎゅっと目をつぶった。なぜ涙を流す？ゆいはそのほっそりとした両手に顔をうずめた。おえつとともに消え入りそうな声で、ごめんなさい、と何度もつぶやいた。お前さんは幸せか？人食いじじいが言った。ゆいは両手を顔から離すと、赤くなった目で人食いじじいを見つめた。なぜそんなことを聞くのだろう。濡れた手を胸に当て、呼吸を整えると、再びまぶたを閉じた。ああ、きっとこのご老人は、私の心を見透かして。ゆいは何かを勘違いしていた。私はきっと幸せ者なのでしょう。そう言うと、大きく深呼吸して、ゆいは続けた。だからこそ、私はとても罪深い。再び開かれた瞳には、鋭い痛みが走っているように見えた。罪とは何だ？独り言をつぶやくように、人食いじじいが聞いた。ゆいは貧富の差が激しい村に生まれ、その中でもひときわ貧しい家で育った。そこは他の村と比べて町とも呼べるほど大きな村だった。ゆいが住む家は村外れに位置した。父親が誰なのかも知らず、母と娘二人だけの暮らしだった。二人の家は物置とさして変わらないほど小さな家で、ゆいは優しい母に守られて育った。たくさんの大きな畑がある中、隅っこのたった二畝だけの土が二人に与えられた大切な畑だった。
二人はその畑でささやかながら薬草を作っていた。村で薬草を育てているのはゆいの家のみで、しかも良質な薬草を育てることができたため、特別な計らいにより、毎年決まった量の薬草をすべて納めれば、年貢として扱われることとなった。しかし、それだけではもちろん、稼ぎも食料も何もなく、二人で暮らしていくことなど到底できなかった。知恵を働かせた二人は、危険を承知で山に入り、食べられるものや染料の原料となる植物や果実などを採取したりした。時折、村に訪れる行商人が、それらを安く買い取っていった。ゆいが14になった頃、母親と二人、いつものように山に入って果実を採取していた時だった。ついに、狼の群れに出くわしてしまったのだ。母親はゆいを逃がすため、一人群れを引きつけようとして食い殺された。しかし、自らの命を犠牲にしても、母の願い虚しく、他の何頭もの狼がゆいを追った。山の木々が途絶え、もう少しのところで逃げ切れるかというところで、狼たちはゆいに飛びかかった。その時、ちょうどそこを通りかかっていた青年がいた。その男は瞬く間に狼たちを刀でなぎ払っていった。そうしてゆいは命を取り留めたのだ。たった一人で生きることは容易ではなかった。母のいた頃と一日の長さは同じだというのに、一人きりでは一日が短く感じられた。まだ日も昇っていない頃に起き、畑に出てはせっせと薬草の世話をし、日が昇りきった頃には前日までに摘み取っていた植物や果実を日干しにし、すぐに山へと繰り出し、また摘み取る。夕七つの頃には山から戻り、日暮れ時まで再び薬草の世話をした。あたりが暗くなってくると、時間をかけてそれぞれ必要な分だけ乾燥させた植物や果実に手を加えた。それらは十分な量が出来上がると、訪ねてくる行商人に売るのだ。よい4つになって、やっとすべての仕事が終わる。しかし、やはりたった一人では、なかなか満足のいく量はできなかった。苦労に苦労を重ね、1年かけてようやくゆいは一人でも何とか暮らしていけるほどになった。その1年は死に伏せるかどうかという際どい生活だった。それでも何とか乗り越えなければならなかったゆいは、ついに家の中でまで薬草を栽培することに成功したのだ。その薬草は畑のものほど良質ではなかったが、スズメの涙ではあるが、収入を得ることができた。16の頃のある日、いつものように山へと繰り出す時だった。
道すがら大怪我をして倒れている少年と少女に出会った。年半もいかぬ子供だった。驚いたゆいは慌てて駆け寄った。あなたたち、大丈夫？ゆいが言った。二人にゆいの声が聞こえている様子はなく、ピクリとも動かない。ゆいは一人ずつ抱き上げて胸に耳を当てた。まだ生きてる。ゆいは背負っていたかごをその場に置き去りにし、少年を背中に背負い、着物の腰紐で自分にくくりつけ、少女を前に抱きかかえた。子供とはいえ、二人も抱き上げることは、女のゆいにとってこれ以上ないほどの重労働だった。落としてしまわないように、一歩一歩ゆっくりと進んだ。家にたどり着くと、そっと二人を中に寝かせた。使い古した手ぬぐいを水に浸し、二人の怪我をしている箇所を優しく拭いた。素人目には命に関わるような怪我はしていないように見えた。打撲に切り傷。ゆいは家の中で栽培していた薬草を用途に応じて選んだ。十分に成長している葉は煮込み、芽のついた茎はすりつぶして怪我に当てた。おゆいさん、いるかい？ちょうど家の前を通りかかった馴染みの行商人が訪ねてきた。ほとんどの行商人が安く買っていく中で、この行商人は良心的な値段で買い取ってくれる数少ない一人だ。あ、内助さん。おや？どうしたね？怪我人かい？内助は傘を取り戸口にかけた。ちょうどいい。実はお医者様がご一緒してるんだ。勝則さん、ちょっと見てやってくれませんか？そう言うと、内助は外から年老いた男を招き入れた。男は戸口から顔を見せるとにっこりと笑っていった。これはどうも、藤田勝則と申します。あなたがおゆいさんだね。実は、あなたの作った薬草がとてもいい出来栄えでね。ぜひお話を聞かせてもらいたいと。勝則さん、悪いがその話の前に、怪我人を見てやってくれませんか？内助が遮った。何？怪我人じゃと。どれ、見せてみなさい。そう言うと、勝則は慌てて荷を下ろし、横たわった二人の子供を手際よく見ていった。ふん、ふん。勝則は子供たちの手を取り、脈を測ったり、あちこちさすったりしていった。せわしなく腕を持ち上げられたり、足を曲げられたりして、二人はついに目を開けた。おう、気がついたかね。今見ているところだから安心しなされ。勝則は二人が起きたところで目を見たり口を開けさせたりした。二人は
抵抗する様子もなく、おとなしくそれに従った。怪我は命に関わることはないが、ちと憔悴しているな。随分と栄養が足らぬようだ。それに、相当古そうな怪我もある。よほどひどい生活をしていたようじゃな。勝則はひとしきり荷の中を漁ると薬草を取り出した。これじゃこれ、ほっほ。おゆいさんの作った薬草だよ。何か食べる前に、まずはこれを煎じて飲ませる必要があるようだ。いや、まことによくできた薬草じゃ。効能が類に富んでおる。勝則は手にした薬草をうっとりと見つめた。あ、それなら今煎じているところです。ゆいは急いで火にかけていた薬草の煮汁を碗に移した。おお、素晴らしい。ささ、飲ませてあげんさい。そう言うと、勝則は嬉しそうに再び荷の中をガサゴソと引っかき回し、握り飯と鶏の干し肉を取り出した。ああ、困った。これだけしか持っておらんわ。少なくてすまんが、とりあえずこれを雑炊にして食べさせればいいだろう。あ、食料なら私もいくらか持っています。みちみち親切な方々からいただきました。慌てて内助も自分の荷を解いて、まんじゅうと新鮮な野菜を取り出した。はっは、なんと素晴らしい。どれ、これで雑炊にしてみるかの。おゆいさん、鍋を貸していただけますかな。勝則は人参や野菊を手にして危機として言った。ええ、喜んで。急いで洗ってきます。ゆいは今しがた薬草を煎じていた鍋に手をかけた。ああ、鍋は私がやろう。おゆいさんは雑炊を作る準備を。内助が言った。おお、困った。わしの出番がもうなくなってしもうた。言葉とは裏腹に、勝則は嬉しそうな様子だ。二人の子供は、未だ心ここにあらず、といった状態だった。表情を変えたのは、苦い薬草の煮汁を飲んだ時ぐらいだった。少しして部屋の中に雑炊の香りが漂った。最後の仕上げに勝則が持っていた彼独特の薬味に使われる黒っぽい粉を一つまみ入れた。もとより調味料として入れる薬味だ。ほれ、味がしまった。勝則が味見をしたところへ、内助が先ほど薬草の煮汁を入れた碗を洗い、さらにその中に卵を2つ入れて持ってきた。ほら、碗も洗ってきた。それに卵だ。表で英助殿に会って分けてくださった。内助がそう言うと、彼の後ろから一人の男が入ってきた。怪我をした病人がいるそうで、英助が言った。おー、英助殿。勝則は手を差し出して歓迎した。勝則先生にはよくお世話になりましたから。
そう言って、英介は勝則の手を取り握手した。ふと、ゆいと目が合ったとき、お互いに一つのことに気づいた。ああ、あの時の女の子。あの時の。ゆいも英介も数年前のあの日の出来事を思い出した。ゆいが狼に襲われた時だ。あの日、ゆいを助けた英介は仲間を呼んで、ゆいの母親の遺体まで探し出し、埋葬してくれたのだった。その後英介は、呆然自失となったゆいが、理性を取り戻して礼を言うよりも前に、仲間たちと飛ぶようにどこかへと去ってしまっていたのだ。あの時は本当にありがとうございました。ゆいが頭を下げると、英介はそれを制した。やめてください。大したことはしていない。急ぎの用があったためとはいえ、あんな時に女の子を一人だけ残して、すぐにその場を去ってしまったくらいだ。むしろ、詫びを入れねばならないのはこちらの方だ。英介は、知っているものはみんな知っているほどの気持ちの良い好青年だ。誠実で人当たりの良いことで多くの村人に慕われていた。おや、顔見知りですかな？積もる話もあるだろうが、まずはこれを子供たちに。そう言って勝則は、英介と内助の持ってきた卵を火にかけたままの雑炊に混ぜた。お時間があればどうぞ上がってください。ゆいが英介に言った。それではお言葉に甘えて。ゆいが英介を招き入れると、内助はゆいに椀を手渡して、英介と隣り合わせに座った。ゆいが雑炊を椀に入れ、少し冷ましてから勝則と一緒に二人の子供に食べさせた。二人はあっという間にそれを平らげた。二人の子供の名前は、滝人と日野と言った。滝人は11歳、日野は8歳だそうだ。聞くところによると、二人の実父にひどい仕打ちを受け、逃げ出してきたらしい。二人は遊女の母と浪人の父の間に生まれた。しかし、日野が5歳になる頃から、酒癖が悪く、借金ばかりを増やす夫に、二人の母は愛想をつかせ、他に金回りのいい男を作り、蒸発。その頃から、二人は外出することを禁じられ、めったに家の外に出してもらえなかった。さほど食事も与えられず、力を込めた拳で八つ当たりをされる日々。特にひどいのが、まさに今日のような日。借金取りが家にやってきた時だ。借金取りが来訪している時は、普段荒々しい父親も腰は低く、頭も低い。それが、借金取りが去ると同時に、二人にひどい仕打ちをしたのだ。もう我慢の限界だと、二人はついに逃げ出した。しかし、日頃から家に閉じ込められ、
食事もさほどとっていない子供。暑い日差しの中、体力の限界はすぐにやってきた。二人は炎天下の中、倒れ込んでしまったのだ。よくあるご時世ではあるが、ひどい話じゃの。勝則がうなった。我々で諌めてみますか？内助がそう言うと、滝戸と日野は怯えた表情で見上げた。それが妥当かの？勝則が腕を組んでいった。いえ、それはどうでしょう。我々が言ったところで治るようならここまでのことにはなっていないかと。逆に、ますますひどいことをされるかもしれない。何よりも、奉公人に出すという手段だってあるはずなのに、それをしなかったのは。英介はそれ以上言えず言葉を切った。しかし、全員その言葉の先をいとも簡単に悟ってしまった。あまり考えたくはないことだった。そう、奉公人に出すこともせず、人買いに売ることもなかったとなれば、残る答えは数少ない。一つは、己に降りかかる厄災を強引にもすべて子供たちのせいにすることで、自分以外の悪を仕立て上げていたということだ。手放すことも認めず、瞳悟空として生涯の地獄を子供たちに課せているのだ。非道極まりない。もう一つ可能性を挙げるならば、わずかながらも愛情があったとしか言いようがない。もしそうなら、相当ねじれた愛情だったことだろう。かといって、このままにはしておけない。誰かが面倒を見るにしても、父親がそれを許さないだろうし、許しをもらわねば人さらいと言われても仕方がないな。内助は頭を抱えた。さて、どうしたものかと、おのおのが思案に余っていると、話を聞いていた滝戸がつぶやいた。何もしなくていい。僕たちは二人で生きていく。考えあぐねていた四人は驚いて顔を上げた。何を言っているのだ、浅はかな。無理に決まっておる。すかさず勝則がとがめた。やってみなければわからない。誰にも迷惑をかけない。だから誰にも僕らを止めることはできない。滝戸が立ち上がりざまに言った。ここにいる人間は誰も君たちを迷惑だなんて思っていないよ。英介は間髪入れずに言った。それにやってみなくともわかることが一つだけある。君が大切な妹をそのような生きるか死ぬかの賭けに連れ出してしまうということだ。二人で生き抜くというのなら、なおさらそんな危険な真似をしてはいけないよ。わかるね？英介の言葉に皆、ほーっと息を漏らした。そんな中、滝戸は胸をつかれた気がして、顔をしかめた。でも、
滝とは何か言おうか迷ったが、その後に言葉は続かなかった。いたたまれないような沈黙の後、ずっと押し黙ったままだったゆいが口を開いた。一つだけ考えがあります。言ってしまったゆい自身、自分の言葉に驚いているようだった。それを見て、誰もが容易なことではないと感じ取った。とても二人には過酷なことだけど、ゆいは言葉を濁した。教えて、お願いだ。どんなことでも耐えてみせる。滝とはゆいにすがりついて懇願した。痩せ細った顔に今にも光を失ってしまいそうな目。その目の奥でかすかに揺らめく決意の灯火をゆいは見た気がした。だからこそゆいは一度目をそらしてしまった。家へ帰りなさい。ゆいがつぶやいた。その言葉に誰もが耳を疑い、驚きを隠せないほど動揺したのがわかった。滝人と日野は地獄に連れ戻される死人のように目を見開いてゆいを凝視した。そんな。滝人が愕然とした声でぽつりとつぶやいた。ゆいはすぐさま滝人の肩を掴んだ。そして何度でも逃げなさい。ここまで。日野が立ち上がった。未知なる生き物に近づくように、おずおずと滝人の隣に座った。日野が滝人の手をぎゅっと握りしめると、ゆいは日野の肩も共に抱いた。何度でも逃げてきなさい。だけど、ほんの一瞬でもあなたたちの家とあなたたちの親がいる限り、そこへ帰りなさい。一日に一度は必ず帰りなさい。あなたたちはこれから大人になっていくの。ならなくちゃ。とても過酷なことだけど、危ないと思えばすぐに逃げてきなさい。あなたたちが大人にならなくちゃ。そうでなければ、あなたたちのお父様は、あなたたちが自分の子供だということをずっと忘れたままになってしまう。でも、見つかればおゆいさんが危険じゃないか。内助が慌てて言った。もし見つかったらどんなひどいことになるか。いや、私が手を添えましょう。英介は立ち上がりざまに言った。子供たちが一度でも家に帰るのならば、人さらいの疑いも晴らすことはできるでしょう。もしも相手が刀を抜くならば、私が全力で守りましょう。ほっほ、そうだの。わしもここにいる間、できるだけのことをしよう。何面白くなってきた。若い頃の血が騒ぐ。勝則も英介に習い立ち上がった。するとゆいは、そんな、私は今となっては身寄りのない独り身です。身分も
位もありません。でも、皆さんには皆さんの大事な生活があります。ですから、ここは私に。待って。あの時の詫びをここでさせてください。そうでなければ私の気が済まない。英介がゆいの言葉を遮った。それを見て勝則は楽しそうに笑った。何、わしらの生活は助け合ってこそのものだ。それが何よりも大事な生活だと思うがの。そう言うと、勝則は荷の中の薬草を取り出した。この薬草を作っているのは、この人を救う薬草を作っているのは、身分や位なんかではないはずだが。勝則はゆいの目を覗き込むようにしていった。内助が苦笑いした。それなら私も助力を惜しみません。私もここに留まって。何を言っておる、内助さんよ。行商人が行商をせずに何とする。勝則がすかさずつついた。しかし。お前さんはおゆいさんの薬草をあっちの村、こっちの村へと運ぶ役目があろう。わしとて医者としての役目を果たさんといかん。わしらはわしらの役目を捨ててはならん。それでは子供たちとおゆいさんの誠意に失礼ではないか。ここにいる間は助け合おう。しかし、仕事はきちんとせねばな。勝則は、ゆいと子供たちに向かってニカッと笑った。滝とは胸に広がる奇妙な音を聞いた。それは、生まれてこの方、感じたことのない心臓の音色だった。嬉しさと悲しみ、痛みと癒しが連なって心臓を動かした。子供としてではなく、ましてや物でもなく、一人の人間として扱われたことなど、生まれて初めてのことだった。ありがとうございます。滝との目から涙がこぼれ、ゆいはもらい泣きして思わずぎゅっと抱きしめた。話がまとまったところで、滝とは落ち着いた様子で、家に帰ると言い、日野の手を取り飛ぶように出て行こうとした。それを見て、英介が慌てて二人を見送ることとなった。ゆいの小さな家には、内助と勝則、ゆいの三人の姿だけになった。そうそう、おゆいさん、いつものものはもうできているかい？ええ、大丈夫です。ゆいは和紙に包んだ様々なものをいくつも持ってきた。内助はそれを受け取ると、一つ一つ包んだ和紙を開けていった。いい出来栄えだ。内助は緑色の粉末を一つまみつかみ、手のひらにこすった。それは何じゃ？勝則も興味津々に身を乗り出してきた。おゆいさん特製の染料ですよ。これで染めた緑が鮮やかで美しいと評判なんです。ほら、こっちは珍しい木の実を干したもの。
これも需要があって保存にも効くと人気なんですよ。まるで自分のことのように喜々として言う内助に勝則は楽しそうに笑いかけた。そういえば、わしが来る前に子供たちに治療を施していたようだが、あれはおゆいさんがやったのかね？勝則が思い返すようにして聞いた。治療なんて言えるほどのことではないですけど、ゆいは苦笑いして返した。いやいや、そんなことはない。おお、そうだ。ここへ来た目的を忘れておった。あの薬草についてお話を伺いたいと思ってここまでやってきたのだった。先ほど子供たちの傷にしていたのは、あれも薬草をすりつぶしたものだね。ええ、その通りです。まだ若い芽のついた茎をすりつぶしたものです。勝則とゆいが薬草について話し込んでいる間、内助はゆいの出した品々を一つ一つ確認しながら耳を澄まして二人の声を聞いていた。その頃、滝人と日野は英介に護衛されて父親の待つ家へと帰った。英介は戸口の脇に潜み、刀の鞘に手をかけて中の様子を伺っていた。英介が合図すると、二人は戸板を開けた。ただいま戻りました。そして行ってきます。ただいま戻りました。そして行ってきます。滝人が声を張り上げて言うと、日野もそれに従った。滝人は一歩家の中に入っただけで、日野の手を引っ張り、すぐにまた戸口を出た。そしてそのまま、二人は走り出してしまった。待ちやがれ。おい。家の奥の方から、困惑と怒りが入り混じった罵声が聞こえたが、滝人と日野はとっくに土ぼこりをあげてぐんぐん家から離れていった。あらかじめ逃げる心構えがあった二人の圧倒的な勝利だった。慌てて追いかけようとしたのだろうか、ガシャーンと何かにつまずく激しい音が聞こえた。だが、英介もとっくに家の前から離れ、二人の後を追っていた。家に帰る道中に段取りは決まっていた。みちみち、滝人と日野の二人は木の陰、草の陰へと身を潜め、背後から追いかけてくる父親の姿が見えないか確認するのだ。もしも父親の姿が見えれば、英介が借金取りに依頼を受けた侍を演じて邪魔をする手はずになっていた。しかし、嬉しいことに、最初の確認場所ですでに父親は巻かれていた。それでも父親の恐ろしさが身に刻まれている滝人と日野は、戦々恐々とした面持ちで道を急いだ。もしも英介が護衛として一緒に来てくれなかったら、二人は確実に恐怖に足がすくみ、こんなに簡単に逃げ出せなかっただろう。一度は逃げ出せたものの、二度目となってはどうなっていたことか、と、滝人は思った。あれが二人の父親か。英介は過去に一度、
酒場の前を通りかかった時に見かけたことがあった。その時も酒場の中でひどい怒号で周りの客と一悶着を起こしていたようだった。あれがもしおゆいさんの家にたどり着いたら、想像すると英介は胸がざわつくほどの不安を覚えた。3年前のことを思い出した。泥と血だらけになった女の子。たった数年の間にきれいになっていた。内助とばったり会った時に聞いた。この家にいるおゆいさんはたった一人の身寄りだった母親を数年前に亡くしていると。あの狼に食われた母親のことだったのか。この世でたった一人の家族があんな無残な死に方をして、それからの暮らしは私なんかには到底想像もつかないほどの苦しさだったに違いない。それでも一人でここまで生き抜き、さらには危険も承知で他人の苦しみまでも背負うか。英介は心臓がぎゅっと締まった気がした。自分に同じことができただろうか。いや、脳裏をよぎったことは確かだった。しかし、できるわけがない。英介は武士の家系に生まれたが、それと同時に名のある刀鍛冶の息子だった。剣士としての腕も誰もが認めるほど。しかし、それゆえに英介に対する期待は大きく、家は厳しかった。もしも結ではなく、英介が二人の逃げ場として名乗りを上げるならば、確実に親はそれを許さない。子供たちの父親同様、何をするか知れたものではない。それに、生活が苦しい人は、この子供たちに限らない。この子たちをかばうのなら、もしも他の人たちに同じように助けを求められた時までかばわねばならない。誰もが大変な思いで何とか生きている。簡単に言うならば、英介は一瞬子供たちを見放す考えさえ浮かんでいたということだ。情けないな。英介は苦笑いした。おゆいさんはそんなことお構いなしに、ただ目の前で助けを必要としている人に全力で手を差し伸べるんだ。誰もがあっさりとできることではない。しかし、だからこそ、おゆいさんと子供たちを守る役目は俺にあるんだろう。いや、守りたい。英介は不意に涙が出そうになってしまい、目頭を押さえた。今の自分にはそれくらいのことしかできない。どうしようもない男だな、俺は。ゆいの家まで来ると、滝人と日野は足を止めた。不安そうに英介を見上げると、英介は笑顔でうなずいた。かすかに震える手で戸を開けると、中にいたゆい、勝則、内助の三人も笑顔で迎え入れた。いらっしゃい。ゆいが温かな声で言った。この日をきっかけにゆいたちは、6人だけの秘密の時間をつなぎ合ったのだった。
幾日、幾月と時は過ぎてゆく。一日に一度は必ず、英介はゆいの家に顔を出した。英介が顔を出すと、滝人と日野はほんの数秒間のためだけに家に帰った。最初のうちは簡単だったものの、3日目、4日目、1週間と日が一つ変わるたびに、2人の恐ろしい父親は知恵を働かせていった。家の前で待ち構えていることもあれば、脇道の影に潜んでいる時もあった。しかし同じようにこちら側にも知恵はついた。英介が毎回変装して先に様子を伺ったり、子供たちが捕まってしまった場合には、賭博に負けて苛立っている酔っ払いを演じ、隙をついて逃がしてみたりと様々だった。特に滝人は日を追うごとに父親への絶対的恐怖心が揺らいできた。おかげで英介が隙をつくだけで簡単に日野を連れて逃げ出すこともできた。さらには自分たちだけで簡単に逃げ出せることもあったほどだ。それもそのはず、家の中だけにとどまらず、道のど真ん中で騒ぎを起こせば、周りの人間が黙ってはいない。地味に変装している英介はすかさず、周りの人間に混ざってヤジを煽ったりした。そして、勝則や内助が村にいるときは、最初に何事だと大げさに振る舞い、集まってくるのがその二人だった。見事、野獣馬が集まってくると、勝則と内助はにやりと目配せをして、ひょうひょうとしてその場を去っていった。風向きは良好。父親が躍起になって、外で待ち構えれば待ち構えるほど、面白いほど逃げやすくなったのだ。子供たちは徐々に、恐怖の父親の影に怯えなくなっていった。しかし、英介だけは気を引き締めたままだった。派手に騒げば周りが邪魔をしてくれるが、逆におとなしく逃がしてどこへ行くのかと探られては危険だったからだ。それを危惧した英介は、ゆいの家までの道のりを大きく変更して、子供たちに遠回りさせることも多々あった。英介の予感は的中して、人気のない道で様子を伺う父親の姿が時たま見られた。しかし、英介も変装しているとはいえ、毎度邪魔を入れていればさすがに勘ぐられてしまう。そんな時は、下手な細工はせずに、あちこち走り回って泣くことにした。そうすれば、酒と賭博ばかりの父親の方が、あっけなく体力が尽きるのだ。長い鬼ごっこだった。父親はついに子供たちを追い回すことを諦めた。代わりに首が回らないほどの借金で命を狙われ、影に身を委ねて夜逃げした。彼らの住む村にもう恐怖の父親はいなくなった。しかし、影は別の形で付きまとうこととなった。滝人と日野の父親がいなくなるほんの数日前のこと。若様。子供たちと歩いていた英介は、身なりのいい男に呼び止められた。傘を深くかぶり、
その下には能面をつけて顔を隠している。その男は英介の屋敷に仕えるものだった。何か恐ろしいものを見るような目で能面をつけた男を見ていた子供たちに、英介は草木の陰に隠れて待つように言った。どうかしましたか？あなたが表へ出てくるとは珍しい。英介が聞くと男は声を濁らせた。申し訳ありません。私は若様のお心を知っておりながら、若様を苦しめるお言葉をかけねばなりません。英介は顔をしかめた。何のことです？旦那様からのお言葉をそのままお伝えいたします。私たちの顔に泥を塗る気かと。どうか一度お屋敷にお戻りくださいませ。そう言うと男は深々と頭を下げた。英介は一つ深呼吸した。わかった。先に戻っていてください。後から向かいますから。なりません。申し訳ありませんが、私と一緒にお戻り願います。男は頭を下げたまま言った。わかりました。英介は子供たちに結の家へ先に行くように促した後、男と共に生まれ育った大きな屋敷へと向かった。そういえば、親の言葉を気にしていたのは私も同じだったな。近頃はそんなことさえ忘れていた。英介は一人苦笑いした。屋敷が近づくにつれ、男は徐々にゆっくりと歩いた。あと一つ角を曲がれば屋敷の入り口だというところで、ついには立ち止まってしまった。どうかしましたか？英介が聞くと、男はうつむき動揺した。私は若様が幼き頃よりよく知っております。たくさんお世話させていただきました。だからこそ、今私のしていることがとても、その先は言ってはいけない。あなたの気持ちは私にもよくわかります。しかし、私は大丈夫。あなたが気に病むことではない。男は能面の顔を上げて英介を見据えた。私も少しは変われたはずだ。英介は男の肩に手を置いた。ええ、若様は近頃生き生きとして本当に楽しそうで。だから大丈夫。私にも大切なものがあるから。男は一歩下がって深々とお辞儀した。英介は多くの人々から親しまれていた。誠実で物腰も柔らかく人当たりのいい性格だった。しかし、それゆえに人を殺傷する刀を作ることにいたたまれぬ思いを抱いていた。両親に言われるがまま道場に通い、剣の腕も素晴らしいものとなった。そんな自分に剣をし、どこか上に対する反発が生まれることも多々あった。彼を敬い親しんでくれている身分の低い者たちとは違い、お偉い方たちは将来を期待しつつも、英介の人柄を快く思わない者もいた。そしてそれは彼の両親も
同じだったのだ。長年、家名を汚さぬようにと言われ続け、それを忠実に守ってきた英介にも変化が訪れたことを、両親はいともたやすく察知した。近頃の英介は子供たちと一緒に結の家に入り浸りになる時間が増えていた。刀鍛冶の修行もおろそかになり、道場へもあまり行かなくなっていたのだ。英介自身にとっても最初の頃は少し気になっていたところもあったが、日増しにおのずと気づいていった。自分も親や家名という檻に自ら閉じこもっていたということに。結たちと関わっていくうちに、英介はなんと小さきことだったのだろうと思うようになっていった。親の待つ部屋の前へ来たとき、英介は一度深呼吸した。失礼します。中に入ると、丸々とした顔に深い眉間のシワを刻ませて、英介の両親は威厳を放ち座っていた。苛立ちを隠すことなく、空気をひりつかせながら、具足を待ちあぐねていた。初老の二人は微動だにもせず、ただただ銅像のように振る舞っている。何をしていた？父親の口が動いた。鬼のように鋭くつり上がった目が英介を射抜いた。英介は苦笑した。何をと言われましても、これといったことは何も。ただ外を出歩いておりました。少し皮肉った口調に、英介の両親は眉間のシワをさらに深めた。何もだと？そうだ。お前は何もしておらぬ。修行も怠り、道場へも行かず、お前は一体どれほど親の顔に泥を塗る気だ？聞くところによると、小汚い子供を連れ歩いたり、さらには身分も低い貧しい女の家へと通い詰めだというではないか。身をわきまえぬか。父親の怒鳴り声に愛の手を添えるように、母親は心を込めて、ああ、卑しきこと、と吐き捨てて目をそらした。お前は我らの言う通りのことをしていればいいのだ。村外れの下賤な女狐など、二度と関わるでない。父親は語尾を荒げると同時に拳で自分の膝を殴った。母親は嫌悪感たっぷりに、おう、卑しきこと、と先ほどよりも声を高々にしていった。お言葉はそれだけでございますか？申し訳ありませんが、私にも己の意志がありますゆえ。英介はさらりと言って立ち上がった。待たぬか。今のはどういう意味だ。父親もパッと立ち上がった。その面持ちにはどこか驚きが見え隠れしている。そのままの意味でございます。少し外を出歩き考えたいと思っておりますので、この話はまた後ほど。失礼いたします。英介が部屋を出る間際、親の呆然とした顔を見た。それもそうだろう。今まで口答えなど一度もしたことがなかった。この年になって反抗期か
と、英介は屋敷を後にしながら一人笑った。しかし、このことも後回しにはできないだろう。そう思って英介は一転してため息をついた。ゆいや子供たちのことが親に知られている以上、下手なことはできない。だからといって、英介に生きる喜びを与えてくれたのは言うまでもない。英介は屋敷に仕える男の言葉を思い出した。若様は近頃生き生きとして本当に楽しそうで。ゆいの家の前まで来ると、木の陰から滝人と日野がパッと飛び出してきた。おっと、どうした？まだいたのかい？英介がそう聞くと、二人は不安そうに目を見合わせた。英介が首をかしげると、滝人はとても申し訳なさそうに口を開いた。僕たちのことで何か言われたの？もしかしてそれを気にしてここで待っていてくれたのかい？驚いた英介を前に二人はうつむいてしまった。そんな二人の肩に英介は手を置いて優しく言った。いや、大丈夫だ。ありがとう。本当にいい子たちだな。英介は二人の手を取って言った。さあ行こう。彼女が心配して待ってる。三人は小さな家へと連れ合った。それから数日して滝人と日野の父親がどこか遠くへ逃げ去ったこともあり、平穏な日々が続いた。滝人と日野はついにゆいの家で暮らし始め、ゆいと共に薬草を育てたり、農技の手伝いをし、いつの間にやら英介もそれに加わっていた。ゆいと英介が恋仲になるのもあっという間だった。ある日のこと、4人で薬草をせっせと手入れしていた時だった。英介様、刀鍛冶や道場の方はよろしいのですか？ゆいが言った。ダメな男だと思うかもしれないが、私は人の命を奪う剣術も、人の命を奪う道具となる刀鍛冶も、あまり好きではないのだ。やはり私はこっちの方が好きだな。そう言って雑草を丁寧に取り除いていった。そうでしょうか。英介が顔を上げると、ゆいはにっこりと微笑んだ。英介様と最初に出会ったとき、私は英介様の剣術に救われました。あなたの刀で、あなたの剣術が私をお救いくださいました。ゆいは続けて言った。母が申しておりました。命の重みを知る者は、命の重みに打ち勝つと。英介様のなさるべきことは、英介様にしかできません。英介様が人の命を奪うものとしてではなく、人の命を守るがために打った刀は、必ずや人を守る刀として使われると思います。英介様の剣術が必ずや人を守るための力となると私は思います。まさに鶴の一声だった。この日を境に英介は道場へも再び通い始め、刀鍛冶としての修行にも熱が入った。
今まで疑問に思っていたことが、いとも簡単に取り払われたのだ。どうして今まで気づかなかったのだろう、と英介は思った。いや、気づいたとしても、自分をごまかそうとしているようにしか思えなかっただろう。ゆいがあれほど当たり前のように言ってくれたからこそ、自分は吹っ切れることができたのだ。なんという女性だ。苦労や心の痛みを内側の芯の強さで補うか。私もうかうかしていられんな。英介は充足感と幸せを身に染みて感じ取った。ただ、刀鍛冶の修行も道場通いも、英介が以前にも増して精進する姿を見ても、英介の両親は不機嫌なままだった。二人にとって刀鍛冶も道場も今となっては二の次だ。何としても許しがたいのは、英介が未だに村外れの貧しい女のもとへと通っていることだった。どうにかして二人を引き裂く方法はないだろうか。英介の父親は日々そのことばかりに思考を働かせていた。そういえば、山向こうの隣村あたりで、人食いじじいとかいう妖怪の噂が立っていたことがあったな。あの女を食ってくれればいいのに。由緒正しき我が家系に、その女のような下世なるものを受け入れるわけにはいかぬ。英介にはもっと良い身分の妻をめとってもらい、我々はもっと栄えてゆかねばならぬ。いや、待てよ。妖怪か。なるほど、妖怪か。我ながらなんと冴えた頭をしているのだ。英介の父親は思わずブフフッと失笑した。その晩、早速妻に耳打ちした。二人はにやりと目配せをして、早急に実行に移すことにした。夜空の雲が月を隠してしまい、星たちは闇に紛れて目をそらした。垂れ込めた雲は夜明けにも晴れることはなく、その地に薄暗さとともに雨を連れ込んだ。ゆいが目を覚ますと、激しい雨に耐えられなかった天井からポタポタと雫がこぼれて床を濡らしていた。それでも平気で寝ている滝人と火野を起こし、風邪をひかぬように暖を取った。薪も少し湿っていて、火を起こすのに少し時間がかかった。自分たちの食料に置いていた木の実を少しばかり食べた後、ゆいは見事に吐いた。滝人と火野が心配する中、ゆいは大丈夫だからと言って笑ってみせた。苦しい？滝人が不安そうにゆいの手を取った。大丈夫。でも、英介様には言っちゃダメよ。ゆいはいたずらっぽく口に人差し指を当てていった。実のところ、これが初めてではなかった。原因は分かっていた。つい数日前、たまたま様子を見に訪れた勝則に、妊娠していると告げられたのだ。しかし、それを英介に知られるわけにはいかなかった。ゆいは勝則にも
絶対に言わないでほしいと願ったのだ。どうして？ヒノが幼声で聞いた。だって、私は本当に何ともないんだもん。英介様に余計な心配かけてしまうでしょ？でも、子供ができたことも言わないの？きっと喜んでくれるよ。タキトがユイの背中をさすりながら言った。ユイはにっこりと笑った。そうね。きっと喜んでくれる。でも、あの方に知られてはいけないの。あの人はこれから大きくなる人。私のような身分の低い女との間に子供を持ってはいけない。いつかもっと素晴らしい女性を奥方に迎える方。私はもう十分幸せをもらったから。ユイはタキトとヒノの頭を優しく撫でた。ね、あの人のためにも言わないでね。それから二人ともこの子のお兄さんとお姉さんになってね。そう言ってユイは今度は自分のまだ膨らみ始めたばかりのお腹を撫でた。うん、ヒノ、お兄ちゃんみたいに優しいお姉さんになる。ヒノは大喜びで飛び跳ねた。ねえ、いつ生まれるの？タキトはこわごわとユイの手の上からお腹を触った。そうね。まだまだ先かな。でも、この子のためにも今のうちにたくさん働かなくちゃね。ユイは勇ましく立ち上がると傘をかぶり、雨足激しい外へ出ようとした。今日は何するの？ヒノが聞いた。今日は薬草が水浸しにならないように水の通り道を作りに行くわよ。ああ、でも他にすることはないから二人ともうちでゆっくりしてなさいね。青白い顔をしながら元気よく言うユイにタキトは当選簿した。僕が行ってくるよ。子供がお腹の中にいるのに風邪をひいたら大変だよ。タキトは張り切ってクワを手にし、ユイから傘を奪ってあっという間に家を出て行った。あら、あらあらあら。まあ、どうしましょう。もう行ってしまったわ。あっけに取られているユイの後ろで、ヒノがクスクスと笑った。それじゃあ、今日のところはあの子に任せましょうか。そろそろ内助さんも仕入れに来る頃だし、湿ったものを順々に乾かして。そう言って、棚に広げて乾かしていた薬草に手を伸ばそうとした時だった。ガタン。激しく戸口が開いた。振り返ると、今しがた飛び出していったはずのタキトが必死の形相で戸口に立っていた。ずぶ濡れで、そして血まみれだった。タキト。慌ててユイとヒノが駆け寄ると、タキトは自分を抱きかかえようとしたユイの腕を逆に掴んで、ぐいぐいと引っ張った。逃げて、早く。その小さな体からは、無数の鋭い切れ傷が血を垂れ流していた。タキトはもう一方の手でヒノの腕を掴んだ。何が？困惑するユイとヒノをぐいぐい引っ張って、タキトは表へ出た。
すると、待ってましたと言わんばかりに、雨に紛れて風切り音とともに無数の矢が三人に容赦なく降りかかった。突然の奇襲に、ゆいとひのは悲鳴を上げたが、タキトがうまく二人をかばい、幸運なことにどれ一つとして刺さらなかった。行け、囲え、逃がすなよ。弓を構えた者や刀を抜いた者、たくさんの人間の影から太い声が飛んできた。早く逃げて。タキトは家の影に二人を押し込むと、ユイの手をしっかりと握った。今すぐこの村から逃げて、殺されちゃう。そう言ってユイをドンと押した。ヒノ、僕たちが父さんから逃げたように、おゆいさんを連れて逃げるんだ。でも、お兄ちゃん。早く行け、ヒノ。お姉ちゃんになるんだろ？お姉ちゃんなら、お腹の子を守るんだ。僕も別の道から行くから。早く行け。大勢の足音が聞こえた。ヒノはユイの手をぎゅっと握りしめて、わーわー泣きながら走り出した。タキト。ユイが振り返ると、タキトはにっこり笑っていった。助けてくれてありがとう。そしてタキトはわざと追っ手に姿を見せる形で、路地裏にふらふらした足取りで駆けていった。おい、そっちへ行ったぞ。侍の一人がタキトが逃げた方を指さし叫んだ。伊達に父さんから逃げてたわけじゃない。追っ手を巻くのは得意だ。タキトは追っ手が自分に向かっていることを確認すると、体中の傷をかばうようにして走り出した。誰か助けを呼ばなくては。幸運なことに雨が血を洗い流してくれる。結婚から逃げ道を悟られることはない。タキトには到底知る由もなかったが、幸運なことがもう一つあった。追っ手の誰もが報酬に目がくらんだ頭の悪い素人だったということだ。自分たちが追っているのがユイではなく手負いの子供だということにさえ気づいていない。それどころか、いとも簡単に見失ってしまったのだ。タキトが逃げ回っていると、何の騒ぎだと駆けつけた英介の後ろ姿が遠目に見えた。追っ手の一人をとっ捕まえて、何事かと聞いていた。あ？何事かって？妖怪が化けて出たんだとさ。その妖怪退治に俺たちが雇われたのよ。あんたも狩りに参加したらどうだい？目ん玉が飛び出るほどの報酬がもらえるぜ。男は意地汚い笑いを残して狩りの群れに戻っていった。妖怪？英介は怪訝そうに男の走り去った方を見つめた。英介様。突如、血まみれのタキトが英介の前に現れた。タキト、どうしたその怪我は？ふらつくタキトの体を英介が抱き留めた。助けて、おゆいさんを助けて。タキトは英介の腕の中でわーわーと泣き出してしまった。ゆいがどうした？何があったんだ？英介は地面にひざまずき、タキトの肩をしっかりと掴んだ。
わからない。けど突然、たくさんの人たちが現れて、妖怪退治だと。おゆいさんのことを妖怪だと。そこまで聞くと、英介は立ち上がり、滝戸を抱きかかえて走り出した。抱きかかえた滝戸の体は小刻みに震えていた。ゆいはどこに？ひのは？ひのにおゆいさんを任せた。村から逃げるように言ったけど、もう捕まっていたらどうしよう。一体何がどうなってるんだ？誰がゆいを妖怪などと。こんな子供にまで血を流させるなんて。どこか安全な場所に滝戸を。英介はゆいを探しながら、同時に滝戸をかくまえる場所をも探しながら猛然と走った。ざざ降りの雨が鬱陶しかった。若様。背後から雨音に紛れて呼び止められた。振り返ると、身なりのいい男が大雨の中、なりふり構わず走ってきていた。傘をかぶり、能面をつけている。前に英介を屋敷に呼んだ男だった。若様、お探し申しておりました。大変なことに。その子供の怪我は。すまない。この子をどこか安全な場所で手当てをしてくれませんか？私は急ぎ行かねば。英介は追いついた男に滝戸を預けた。御意に。しかし、お待ちください。大変なのです。あなた様の大事な方が妖怪の濡れ衣を着せられ、まさか、捕まったのか？ああ、ご存知でしたか。いいえ、捕まるのも時間の問題です。今しがた追っ手の一人から村の手前で見つかったと聞きました。総勢でそちらへ向かっております。わかった。その子を頼む。英介は勢いよく駆け出した。道々で同じ方向に走っていく男たちがいた。こっちだ。村の外に逃げる気だぞ。きっと彼らもゆいを追ってる者たちだろう。急がねば。村から少し出たところまで来ると、ごちゃごちゃと人だかりでごった返していた。その向こうにゆいとひのの姿が見えた。よし、弓を構えろ。やっちまえ。おい、俺たちの獲物だ。横取りするな。お前ら見つけたのは俺だぞ。小競り合いをしている男たちの頭の上を太い声が飛んだ。何をしておる。誰でもいい。とっとと首をはねよ。高額の報酬ゆえか、前線では醜い小競り合いで人が団子になっていた。もたもたとしている間に、周りには騒ぎを聞きつけた村人もたくさん集まってきた。一体何事じゃ？なんでも妖怪が化けて出たとさ。なんと面妖な。おいおい、あれは村外れに住む娘っ子じゃねえか？妖怪だったらしいぞ。なんでも刀鍛冶の若旦那を妖術でたぶらかしたというではないか。きっと骨抜きにしてから食らおうとしていたのだろう。恐ろしや。村の者たちの情けで住まわせてもらっておきながら。本当に妖怪なの？人間にしか見えないけど。あれは人間の顔を盗んだらしいぞ。
それにもう何人も食われたらしい。ほれ、あの酒屋でいつも暴れていた男、あやつも食われたとか。本当かい？あの人は借金で夜逃げしたんじゃなかったのかい？わしらも桑を持つんだ。村から追い出すんだ。ドドドッと村人たちが桑や斧を持って刀を抜いた男たちを押しのけてなだれ込んできた。遠距離から弓を構えていた者たちは村人が押し寄せてきたことで狙いを定められずにいた。ちょっと待て。何をしている？ゆい、ひの、大丈夫か？英介様。英介がゆいに駆け寄ろうとすると、村人たちがそれを抑え込んだ。何をする？ダメだ。あんた様はあの女狐に狙われてたそうじゃないか。英介を抑え込んだ男が言った。何を言っている？誰がそんなことを？英介、どくんだ。お前はその化け狐に騙されておるのだ。先ほどから群れを指揮していた声が怒鳴った。人混みをかき分けるようにして後方に控えていた英介の父親が現れた。父上、まさかあなたが。英介の父親はギリギリと歯ぎしりしながら英介を睨みつけた。くそ、こいつまで出てきてしまったではないか。村のやつらまで邪魔を。くそ、追い出すだと？手ぬるいわ。これだから早めに片付けてしまいたかったというのに、女一人仕留めるのにどれほど時間をかけておるのだ。どいつもこいつも使えぬ。そこの者、英介をしっかりと抑えてろ。英介の父親は、小野が息子を押さえつける村人に吐き捨てるように言った。皆の者、何をしておる？村の平穏のため、その妖怪を今すぐ片付けるのだ。父上、おやめください。もがく英介を村人たちが羽交い締めにした。話せ、話すんだ。うわーん。ヒノの泣き叫ぶ声が聞こえた。ヒノ！泥だらけになったユイが叫んだ。見るとヒノが影から忍び寄った雇われ侍の一人に捕まっていた。バカ者、子供なんぞどうでもいいわ。早く化け狐を捕らえろ。英介の父親は歯がゆい怒りに打ち震えていた。やめろ、やめてくれ。ユイ、ユイ、逃げろ。ついにはたくさんの村人に泥だらけの地面に押さえつけられた英介は必死の面持ちで叫んだ。ヒノを捕まえていた男は適当な村人にヒノを押し付けるとまたユイの追撃に向かった。英介様、ヒノ。ユイは何度も後ろを振り返りながらも再び走り出した。その後を武器を掲げた村人や侍が追いかけた。人混みから抜け出した男たちが弓矢を構えて放った。やめろー。英介は地面に押さえつけられたままじりじりと前へ張っていった。ビュン、ビュンと放たれた矢はかろうじて狙いをそれ、ユイの裾を抜き破った。弓矢が飛んできたことに驚いた村人や雇われ侍は
ほんの一瞬ひるんだが、半ばやけになりながら、桑や斧を振り回して追いかけた。今までお前に情けをかけてきたというのに、ずっと村のみんなを騙していたんだな。危ねえ、おい、お前ら、俺たちまで弓でいるんじゃないぞ。消えろ、妖怪め。二度と村に近づくな。今までどれだけの男を食ってきたんだ。おえ、殺せ。もはや、英介には手も足も出なかった。やめてくれ。お願いだ。なぜこんなことに。英介は激しい雨に打たれながら地面の泥を握った。ふと英介を押さえつけているたくさんの手が英介の体から離れた。なんだこの小僧。英介様。あちこちに包帯を巻いたタキトが英介を押さえつけていた男たちに体当たりを食らわせていた。タキト。英介様、大丈夫ですか？タキトが英介に手を伸ばした。しかし、多勢に無勢。二人は手を取り合う前に別の村人たちに瞬く間に取り押さえられた。お兄ちゃん。村人に抱きかかえられたヒノが届くわけもないのにタキトへと手を伸ばしていた。ヒノ。お兄ちゃん。ヒノは雨と涙で顔を濡らし、それでもなお泣き続けていた。ヒノを抱いていた村人は少し戸惑った後、タキトの方へとヒノを連れてきた。村人からパッと離れたヒノは取り押さえられたタキトに抱きついてわーわーと泣きじゃくった。そのうちにユイを追いかけていた村人や侍がとぼとぼと戻ってきた。どうした？どうなった？英介の父親が戻ってきた男たちに駆け寄って聞いた。ダメだ、逃げられた。なんだと？英介の父親が眉を吊り上げていると、桑を肩に担いだ老人がひょいと顔を上げた。村から追い出せたのじゃ。深追いして食われるよりいいでしょう。そうだ、このじいさんの言う通りだ。追い出したんだからいいじゃねえか。それより報酬はもらえるんだろうな。くそ、逃がしたか。まあ、たかが小娘、いずれ朽ち果てるだろう。生きていたとしても、今すぐどうこうというわけでもあるまい。いいだろう。ただし、とどめはさせなかったのだ。報酬は今回参加した者たちで山分けにするんだな。ゆいは無事逃げたか。英介は泥に身をうずめたまままぶたを閉じた。雨は今もなおしたたかに村全体に降り続いていた。騒ぎの足跡を跡形もなく流してしまおうかというほどに激しいはずの雨音がどこか静かに聞こえてくる。いや、聞こえてくるのは雨音だけ。人々の声も足音も悲しいほどに雨音がかき消していた。まるで英介が心を閉ざしてしまうことにそっと手を貸すかのようだった。山は静寂に身を包んでいた。そよ風さえも吹くことを控えた。
虫たちも気配を断ち、不自然な空気がそこには流れていた。しかし、ゆいはそのことに全く気づいてはいなかった。事のあらましを話し終わったゆいは、再び涙を流した。滝人と日野は無事だったろうか。英介様はどうしているだろう。私はこれから一体どうすれば。ゆいは手にした湯飲みを見つめたままつぶやいた。私は英介様や子供たちが命がけで体を張って逃がしてくれたというのに、この子を幸せにすることもできません。身寄りのない滝人と日野まで置いてきてしまった。人食いじじいは相変わらずの無表情で言った。それが罪と。はい。私は愛する人に愛され、愛する人の子供を身ごもり、子供たちに楽しい時間をもらいました。なのに、私は彼らを傷つけて、私があの人を愛さなければ、こんなことにはならなかったのに、私のような身分の低い者があの方を愛してしまったから。ゆいは自責の念で顔をしかめながらつぶやいた。その男の親が憎いか。人食いじじいはゆいの目をじっと見つめた。なぜか背中に悪感が走った。ゆいはすぐには答えられずに自分の手を見つめた。まるで走馬灯のようにぐるぐると過去の出来事が脳裏を巡った。だって一番ひどいのは、私が憎むのは誰でもない私自身です。憎い。誰よりも私自身が憎い。なんて無力なの。それなのに、あの人の親を憎められたらいいのになんて、そう思う自分が汚らわしい。もう苦しい。ゆいの心は他者への憎悪を自分の席へとねじ曲げることでかろうじて心を保っていた。人食いじじいはゆいから目を離すと静かに立ち上がった。わしがその者たちを食ろうてやろう。ゆいは人食いじじいを見上げた。それはどういう意味ですか？人食いじじいは戸口まで行くとゆっくりと振り返った。その姿は暗い部屋の中、不気味に白く浮かび上がっていた。言ったであろう。わしは人食いじじいと呼ばれる妖怪だと。そう言い残すと、人食いじじいは闇に消え去ったのだった。